回は富士見の72分の1スケール F はチロク F セイバーの仮組みを行います。 F はチロク F セイバー航空自衛隊仕様ね。そうそう、富士見が精力的に飛行機プラモデルを出していた時期のキットなので楽しみです。作ったことはないのですね。ないですね。 F はチロクは長谷川の72分の1と48分の1を組んだことがあるのかな。なるほど。このキットは今は定番買いとなっていて、昔で言うと F シリーズで販売されていた F シリーズ、今のシリーズ分けの前の分け方なのかな。最後のパッケージはナンバー58でした。ところでどうしてこのキットを取り上げるの？昔は全然興味が湧かなかった機体、最近かっこよく見えてきたのかな。動画投稿者の世代からするとすでに現役引退してましたよね。そうそう、 F はチロク F セイバーはおろか F104J スターファイターですら引退してます。三菱 F1、F4EJ ファントム2、F15J イーグルの時代ね。F2 が FSX と言われてましたね。なるほどね。それでは F はチロク F の特徴をお願いします。 F はチロクはノースアメリカン社が開発したジェット戦闘機で愛称はセイバー、主翼が交代翼となっているのが特徴。日本での愛称は極光とか86ね。第一世代ジェット戦闘機に分類され、朝鮮戦争で活躍した。相手はミグ15ね。性能ではミグ15よりも劣っていたみたいだけど、視界が確保されていることと操縦しやすかったことが幸いして、キルレシオ1対4と大活躍した。初の交代翼同士の空戦ね。さらに金門砲戦では史上初のミサイル空中戦を行った。なるほどね。 F はチロクは航空自衛隊にいつ頃導入されたの？1954年に発足した航空自衛隊の主力戦闘機として1955年から配備された。そうなのね。米軍からの供与と国内でのノックダウン生産やライセンス生産を経て480機配備されたみたい。480機は多いですね。1964年の東京オリンピックでは大空に五輪マークを描いたことは有名なのだ。初代ブルーインパルスね。1962年に後継主力戦闘機の F104J が配備されると、力不足ながら支援戦闘機に転換された。支援戦闘機、対艦任務などが主任務となったのね。その後国産の支援戦闘機三菱 F1 の配備が始まったことから1982年に全機体役となっている。なるほどね。この機体は国内外さまざまなメーカーから出ているんだけど、そうでしょうね。今回は自衛隊仕様のキットに絞って紹介します。当然同スケールのものね。最初に出したのは飛行機の長谷川からで1966年に出た。この頃の長谷川はジェット機ばかり出してましたね。このキットは1972年にミニクラフトからも出ている。長谷川ミニクラフトね。1973年にはドイツのエールズにも OEM された。自衛隊仕様で OEM されたのね。1986年に富士見から今回紹介するキットが出た。偵察機仕様やブルーインパルス仕様も出てたのね。このキットは至れりに OEM 提供されています。航空自衛隊仕様ではありませんね。ちょっと間が開きますが、2009年に同友社からブルーインパルス仕様が出た。これはホビーボスの OEM みたいね。最後は F トイズからで2021年に出たフルアクションの塗装済みキットね。この他にも近いスケール帯であるは10分の1で1963年に日モからも出ている。72分の1よりも一回り小さい寸法ね。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは焼けた空を背景に、中期中の F はチロク F なのだ。機種にシャークマウス、造装にも描かれてますね。では中身を開けていくのだ。グレーのランナーが3枚、透明パーツが1枚、デカール、組み立て説明書なのだ。塗装図、マーキングは6種類。第81航空隊第3飛行隊三沢基地所属機、第1航空団第1飛行隊浜松基地所属機、第6航空団第4飛行隊小松基地所属機、第8航空団第6飛行隊水木基地所属機、第3航空団第8飛行隊小牧基地所属機、第8航空団第10飛行隊水木基地所属機となる。なるほど。部品点数は58点。72分の1では部品点数が多いですね。では富士見72分の1航空自衛隊 F はチロク F の仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。
操縦席は全部で8パーツとなる。操縦席はエアインテークと一体となっている。エアインテークが上下分割になっていて、その上に操縦席がついているのね。そこにケーキパネルや座席、操縦桿などを組み込む。ケーキパネルなどはデカール表現ね。操縦席サイドもデカールとなる。パイロットはついてませんね。はい、不死身はついてないことが多いかな。次はエンジンですね。エアインテーク奥のパーツの切り出しとエンジンノズルの切り出しを行う。この段階では切り出して終了ね。次は主翼と胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。操縦席とエアインテーク、エンジンノズルを挟み込んで接着する。先に切り出したパーツを組み込むのね。当然操縦席も胴体内側も先に塗装を済ませた方がいいのだ。左右貼り合わせ後に接着するパーツもあるのね。機種のエアインテークコーと機重工を接着して取り付ける。エアブレーキも取り付けるのね。エアブレーキは開閉選択となっているのでお好きな方で組み立てる。胴体のモールドはどうでしょうか？大モールドとなる。割としっかり目に入っている。主翼はどうでしょうか？主翼は全部で3パーツ構成。ふむふむ。主翼下部パーツに左右主翼上部パーツを接着する。主翼のモールドはどうでしょうか？こちらも大モールドとなる。深さも割と深めとなる。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む簡単な構造。ここはいつもの通りですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーは分割となっているので操縦席の開閉選択ができる。後部がスライドするのね。キャノピーは袴部分などが別パーツとなっている。次は足回りですね。まずは左右主脚。主脚は左右それぞれで2パーツ構成。タイヤと試着の構成ね。その他にも胴体に取り付けるカバーがあるのだ。次は前脚ですね。前脚は2パーツ構成。タイヤと試脚となっている。なるほどね。その他にも胴体に接着するカバーがあるのね。次はアクセサリーね。アクセサリーは左右主翼下に増装とサイドワインダーが取り付けられる。増装は左右分割でサイドワインダーはパイロンに取り付けるのね。最後に総評なのだ。今回は不死身の72分の1スケール航空自衛隊 F は16F の仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか？ベストキットと言われた時期もあるので出来上がった姿はかっこいいです。モールドは全て大モールドですね。くっきりな大モールドなので合わせ目付近のケアだけで済みそうです。バリエーション展開のパーツ割りはどうでした？機種の機重工などがそうなのかな。段差が生じるとかはなかったです。エアブレーキはどうでしょうか？閉じた場合は処理が必要かな。模型的には開いた方が楽だしかっこいい。どうしても段差や隙間が生まれますからね。最近のキットだとパチキタですけどね。そこは38年前のキットなので現在国内メーカーがこのスケールで販売していないのが残念。有名な戦闘機ですが商業的には旨味がないのかもね。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。